皆さんごきげんよう、めぐりです。今回は2026年1月のコストコ購入品をご紹介します。計19点 23,445 円分、実際に食べてみた感想や小分け収納する様子もご紹介しますので、コストコ会員さんはもちろん、そうでない方にも何かの参考になれば幸いです。それでは早速ご覧ください。三元豚バラ塊 1.7 キロ超えの大きな豚バラ肉の塊、カナダ産の豚肉です。三元豚とは3種類の豚を掛け合わせて肉質の良さ、旨味、柔らかさ、脂の質を追求した豚肉です。横幅約26センチもありました。100g あたり168円とスーパーで購入するのと同じぐらいでしたが、そもそもこの大きさの塊肉自体スーパーでは取り扱いがないので、この大きさに惹かれて購入しました。角煮を作るので程よい大きさにカットします。角煮にはもってこいの脂身の多さ、さすがに一度で食べきれる量ではないので冷凍保存します。消費期限は購入日含めて3日でした。角煮サイズにカットします。塊肉だと好きな大きさにカットできるのが魅力。下茹でをする前に肉の表面を焼きます。こうすることで旨味を閉じ込め、煮崩れを防ぎ、見た目も香ばしく仕上げることができます。煮込む時に臭み消しとして使うネギの青い部分、我が家では角煮とともに食べるのでカットして入れています。余分な油を拭き取り、鍋に入れ替え、水からじっくり下茹でします。今回は1時間下茹でしました。アクと浮いている油を取り除き、調味料を入れて味付けをします。きび砂糖を切らしてしまったのでザラメで作りました。火を消してからゆで卵を加えて数時間放置して味を染み込ませます。臭みが少なく、赤身はホロホロで脂身はトロトロ、脂身の甘みが強くしっかりとしたコクも感じられ、安定の美味しさです。マグロのたたき 500g、 ずっと気になっていた商品で実は今回初購入です。消費期限は購入日含めて3日。メバチマグロとキハダマグロが使われています。 500g 入って1578円。値段だけ見ると 100g あたり約316円とスーパーで購入するより少し安いかなという印象ですが、一般的なスーパーで売られているものに比べてこちらは植物油の添加が抑えられており、ゴロッとした粒感のある粗挽きなので見た目からして別物なのがわかります。500g もあるので4人家族でもたっぷり食べられる量です。マグロ本来の赤身の旨味と甘みがダイレクトに感じられ、ゴロッとしているので食べ応えもあり、とても満足度の高い商品でした。
ココアクッキークランブルマフィン。1年半ぶりぐらいにマフィンを購入しました。ココアクッキークランブルは初めて購入する味です。消費期限は購入日含めて4日。6個入りで798円。1個あたり133円。1年半前は2パック計12個で1298円でしたので、1パックあたり149円値上がりしていました。それでも直径10センチを超える大きさなのに、1個あたり133円は破格。1個あたり 150g もあり、約600キロカロリーもあるので、丸々1個食べるのはちょっと危険。半分か4分の1サイズにカットして食べます。ココア色の生地にザクザクとしたクッキークランブルとホワイトチョコがトッピングされており、華やかな見た目。生地自体はしっとりふんわりしており、表面のクランブルがアクセントになり、そこまでココアっぽさはなく、万人受けしそうなお味でした。消費期限までに食べきれそうもないので、カットして冷凍しておきます。冷凍してもカチカチにはならず、そのまま食べることができます。ルビーグレープフルーツ。オーストラリア産のルビーグレープフルーツ。ルビーの名の通り、果肉が赤みがかった品種。一玉一玉が大きく立派です。全部で7個入っていました。1個あたり約128円。一番大きなもので約10センチ。一番小さなものでも約 8.5 センチ以上はありました。少し弾力があり、食べ頃のものが2玉。それ以外はまだ少し固めでした。硬いものは一旦ワイヤーバスケットに置いておきます。置いておくと甘くなると思っていましたが、グレープフルーツは追熟しないフルーツだそうです。この大きさのグレープフルーツが1個あたり約128円とは嬉しい限りです。皮が柔らかくなっているものはアイラップに入れて野菜室で保存します。一つはすぐカットして食べてみました。グレープフルーツにしては皮が薄めで、見るからにみずみずしくて美味しそうです。一般的なグレープフルーツと比べると酸味と苦味が控えめで甘み強め。いい意味でグレープフルーツっぽくなくてとても美味しかったです。スプーンですくって食べるのも好きですが、このように皮を剥いて実を取り出した方がダイレクトに粒感が楽しめるので満足度が高かったです。種はとても少なく、こちらは一つだけでした。こんなに甘いグレープフルーツ初めて食べました。グレープフルーツ特有の酸味と苦味もほのかにあり、みずみずしくてとっても美味しかったです。皮を剥いて半分にカットするとさらに薄皮が剥きやすくなります。ユダヨーグルトとの相性も良かったです。個人的一押しはサラダ。エクストラバージンオリーブオイルとピンク岩塩をかけただけでレストランみたいな味わいでした。ただ気に入ったのは私だけだったので、次回も購入するかは迷うところです。マニョピュアクレンジングオイルディープクリーン。魔女工場という韓国発の大人気コスメブランドのクレンジングオイル。
天然由来成分中心に作られたお肌に優しいクレンジングのディープバージョン。美容系 YouTuber さんが過去にベストスキンケアとして紹介していて気になっていました。ちょうど今使っているクレンジングがなくなるタイミングだったので初めて購入してみました。 200ml のポンプ式ボトル2本と 55ml のミニボトル1本のセットです。オイル感のない水のようなテクスチャーでサラサラしています。ブドウ種子油を基本とした肌に優しい成分構成で肌への負担が少ないそうです。アイシャドウとジェルライナーでクレンジング力を試してみます。とても滑らかでスーッと伸び広げることができました。アイシャドウは一瞬で落ちましたが、さすがにジェルライナーは何度かくるくるして落ちる感じです。ただ3種類のマスカラを重ね付けしている私のまつげは落とすのに少し苦労しました。入荷の速度がとても速いのには驚きました。つまり水と油が馴染みやすく、メイクや皮脂汚れが短時間で浮き上がり、少ない時間でしっかり落とせるという証。そして無駄にゴシゴシする必要がないので肌への負担が減ります。雪&ラブストロベリーコンデンスミルクスノーフレークケーキ。台湾の100年以上の歴史を持つ老舗お菓子メーカーの商品。台湾の伝統的なお菓子を現代風にアレンジしたクッキー。280円引きになっていたので買ってみました。練乳かき氷をイメージしたお菓子だそうです。1個ずつ個包装になっていました。37個入っていました。1個あたり約29円。500円玉より大きな3センチの正方形で 1.5 センチほどの厚みもあります。ソフトキャラメルのようにちょっと柔らかくてペタッとしています。ところどころにクッキーのようなものが見えます。口に入れた瞬間はむにゅっとした食感。マシュマロとキャラメルの間のヌガーのような感じ。そして数回噛むとクッキーのサクサクとした食感で、日本では出会ったことのない口当たりで驚きました。見た目からは想像がつかない不思議な癖になる食感。個人的に大ヒットです。ちなみに賞味期限は約6ヶ月。オイコスプレーン砂糖不使用。筋トレダイエット層から絶大な支持を得ているヨーグルト。いろんなフレーバーがありますが、こちらは砂糖不使用で甘くないプレーン。高吸収タンパク質のギリシャヨーグルト。ダイエットを再開した夫のために購入しました。タンパク質がたくさん取れて脂肪ゼロ、低カロリーでとてもヘルシーなヨーグルトです。賞味期限は3週間。ラベルレスのタイプです。容量 123g が12個入り。よく見かけるストロベリーやブルーベリーは内容量が 113g なので、このプレーンは1個あたり 10g 多めです。しかもタンパク質も1個で 13g も取れるので、一般的なフレーバーより 3g も多く摂取できるみたいです。1個あたり約105円と、どこで買うよりもお安いです。タンパク質たっぷりで容量 123g も入っているので、これ一つで結構お腹にたまります。もったりとしたクリームチーズのような濃厚な食感。スプーンを裏返してもこの通り落ちてこないほどの濃密さ。アサイーボウルを作るのにもぴったりです。サンパゾンアサイースムージーパック。なんと今回1個購入すると2個目が無料になるという神キャンペーン中でした。賞味期限は2年5ヶ月。一時期は人気すぎて入手困難でしたが、やっと普通に買えるようになりました。以前は数量限定で1人1袋しか購入できなかったのに、今回はまさかの2袋目が無料とは驚きです。細長い袋に凍った状態で 100g ずつ個包装になっています。1袋に8パック入りです。実質半額で買えたので1個あたり約92円。平たくてコンパクトなサイズ感なので収納しやすいです。
このままだと場所を取るので、どちらも袋から出して収納しておきます。冷凍庫から出したてだとカチカチの状態です。少しだけ解凍してからの方が扱いやすいですが、私はこんな感じで割って使っています。アサイーとはアマゾンに自生するヤシ科の植物で、ヘルシーかつ栄養豊富で美容と健康にいいスーパーフードと呼ばれています。アメリカシェアナンバーワンのアサイーブランドであるサンバゾンの商品です。1袋 100g と1回で使い切れる量になっています。スムージー用の商品なのでピューレ状になっています。オーガニック、グルテンフリー、砂糖不使用。氷も砕けるミキサーを使えばカチカチのままでも一瞬でアサイーボールが作れます。アサイーに含まれる栄養素の代表例がポリフェノール。抗酸化作用が強く、生活習慣病の予防や美肌効果などが期待できるそう。他にも不溶性食物繊維が豊富に含まれていたり、カルシウム、ビタミン E など栄養素がたくさん含まれています。まさにスーパーフード。青森県産長芋。もう何度も購入しているお気に入りの商品。300g にカットされたものが3本入っています。3本で 2L サイズの長芋1本分の量らしいです。1本ずつ個包装になっているので、そのまま冷蔵庫へ入れることができます。以前購入した時より99円もお安くなっていました。1本あたり133円、100g あたり約 44.3 円と、スーパーで購入するよりお安いです。3本の長さと太さに若干のばらつきがあるので計量してみました。どれもしっかり 300g 超えでした。1本の大きさが1回の食事で使い切るのにちょうどいい量で助かります。切り口には酸化、乾燥防止のためのおがくずがついています。皮が薄くて癖もないので、しっかり洗い皮ごと調理しています。両面を焼いてめんつゆをかけるだけ。とっても簡単ですが満足度の高い立派な一品になります。ブラックシードレスグレープ。前回購入して衝撃の美味しさで10日ぶりに購入です。商品名の通り種なしの黒ぶどう。日本の一般的なスーパーではあまり見かけないちょっと珍しいぶどう。 1.36kg も入ったコストコらしい大容量。グリーンシードレスグレープやレッドシードレスグレープも好きですが、このブラックが一番のお気に入り。期間限定の商品らしいのですが、また出会えたので迷わずカートへ。巨峰のような見た目をしています。今回は前回よりも小さな房が何個も入っている感じでした。ぶどうは毎回すぐに食べられるようにあらかじめ洗って保存していたのですが、コメントにて洗わず保存した方が長持ちすると教えていただいたので、半分は洗わず房ごと保存してみようと思います。キッチンペーパーで包みアイラップに入れて保存します。ただ我が家では10日ほどで食べきるので、全部まとめて洗って保存しても最後まで美味しく食べれています。ですがせっかく教えていただいたので実践してみました。原産国はペルー。残りの半分はいつものように房から外し、洗ってすぐに食べられる状態にしておきます。
賛否ありますが、農薬や汚れをしっかりと落とすために重曹を入れて洗っています。洗った後に長持ちさせるために一手間加えて保存しています。水分に弱いため、保存容器にキッチンペーパーを敷きます。そして水分をしっかり拭いてから保存容器へ。水分が少しでも残っていると傷む原因になるので、洗った場合に長持ちさせるための重要ポイントです。大きさはバラバラで、大きいものと小さいものとではこんなに差があります。一番大きいもので約 3.5 センチもありました。キッチンペーパーをかぶせて蓋をし、野菜室へ。種がないのはもちろん、皮ごと食べられる品種。実は黄緑色です。今回は半分しか房から外していないので、数は数えていませんが、参考までに前回は139個でした。大きさがバラバラなので一概には言えませんが、だいたい1粒11円程度の計算になります。皮は薄くて渋みなどないので食べやすく、実はとってもジューシー、とっても甘くて美味しいです。娘のリクエストでぶどう飴を作りました。北海道プレミアムミルク。北海道サロベツ産の成分無調整の牛乳です。このプレミアムは厳しい基準を満たした優れた品質の牛乳の証だそうです。1リットルの紙パックが2本セット。1本あたり249円。優れた品質の証、プレミアムがついている牛乳で、このお値段は安いと思います。今回は賞味期限が5日といつもより短め。シュレッドマーブルチーズ。もう何度も購入している我が家では定番のリピート商品。コストコらしく 1kg も入った大容量。2ヶ月ぶりの購入です。賞味期限は2ヶ月半。加熱が必要なとろけるチーズ。オレンジ色のチェダーチーズとクリーム色のモッツァレラチーズのミックス。程よくカットしてあるシュレッドチーズなので、いろいろな料理に使いやすいです。癖がなく食べやすいお味で気に入っています。開封すると傷むのが早いので冷凍するのですが、ジップロックではなく万能ポリ袋アイラップに移し替えます。そのままの袋だと大きすぎて扱いにくく、収納スペースにも困るので、半分ぐらいの量に分けて冷凍保存しています。ジップロックで冷凍するとカチカチの塊ができてしまうのですが、このアイラップで冷凍すると不思議とパラパラの状態で冷凍することができます。できるだけ平たくした方が早く凍って鮮度保持できます。冷凍しておけば
これだけの量があっても賞味期限を気にせずマイペースに使用することができます。もう一袋にはダイソーのキャップ付き袋用クリップをつけました。これで開封が楽になり、少しだけ使いやすくなりました。100g あたり約139円とスーパーで購入するよりお得。オレンジ色が混ざった2色のチーズなので、クリーム色のチーズのみの時よりも美味しそうに見える気がしています。安定の美味しさです。かぼちゃ丸々1玉で298円。スーパーではまず見かけない驚きの価格。直径約15センチとしっかりとした大きさがあります。今回は目立った傷や痛みなどありませんでした。種と綿をスプーンを使ってくり抜きます。ここが一番水分が多く、放置するとすぐにカビの原因になります。取り除いておけば少しだけ長持ちさせられます。電子レンジを使って調理すると、鍋や蒸し器を使うよりも大幅に時短できます。しっかり甘みのある美味しいかぼちゃでした。カゴメトマトケチャップ 500g とスーパーなどで売られているサイズと同じ商品。値段はほんの少し安い程度ですが、ちょうど家にあるケチャップがなくなったので購入しました。賞味期限は1年2ヶ月。ケチャップはいろいろと試してみることもありますが、カゴメのトマトケチャップを選ぶことが多いです。安定の美味しさです。プレスンシール。コストコのロングセラー商品。多用途フードラップ。別名マジックラップ、魔法のラップとも呼ばれる驚きの密封力が魅力の商品で、ここ数年ずっと愛用しています。横幅30センチ、長さ 43.4 メートルの3本セット。1本あたり866円。1メートルあたり約20円。一般的なラップと比べると約4倍ほどのお値段。お安くはないですが、お値段以上に魅力があるので、常に切らさないようにしています。もう少しでなくなるタイミングなので購入しました。付属のカッターがプラスチック製で、ケースが大きいので、カットするのには少しコツがいります。端から一気に引くように切るのがコツです。カットした野菜の断面にピタッと密着してくれます。我が家では特にお肉の冷凍に重宝しています。しっかり密封することができるので、冷凍焼けを防ぐことができます。しかもジップロックなどに入れなくても、
このプレスンシールのみでも問題なく冷凍できています。冷凍保存はもちろん、電子レンジでの解凍まで対応しています。ラップではありますが、一般的なラップとは全くの別物。普通のラップが静電気でくっつくのに対し、プレスンシールはシートの表面にグリップテックスという吸着剤がついています。なので、一般的なラップではくっつかない木製や紙製の器にもしっかりくっつけることができます。ちなみに垂直方向だと手で簡単にカットすることができます。個包装になっていないサプリなどを小分けして持ち運ぶときにも重宝します。端を折ったりずらしておけば簡単に剥がすことができます。簡単に剥がせるのに驚異的な密着力で、なんと液体が入ったコップに貼って逆さまにしても中身がこぼれないほど。こんな感じで簡単にストローを刺すことができます。ただ粘着成分が食器に残ることがあるので注意が必要です。食べかけのスナックなどの口を閉じるのにも使えたりします。裏側はツルツル。怪我をしている時などの洗い物や入浴時にこのプレスンシールを貼れば完全ではありませんが防水カバーとしても使えます。43メートルもあるのでしばらく持ちます。ストック分はニトリの A4 ファイルに収納しています。立てて入れるとちょうど3本がシンデレラフィット。大根。大きくて太くて立派な大根が1本147円と破格。一部少しだけ皮がめくれて葉っぱが若干しなびていましたが、このお値段なら許容範囲内です。こんな大きな大根初めて見ました。大きすぎてまな板に乗り切らないので、まな板を2枚並べてカットしました。刃をつけたままにすると根の水分や栄養が刃に吸い上げられてしまうので、購入後はすぐにカットするようにしています。このままだと大きすぎて野菜室に入らないのでカットします。カットすると切り口から乾燥が進むので、しっかりラップで包み空気に触れないようにします。葉に近い上の部分は甘いので、粗めの千切りにしてサラダで食べることが多いです。葉が一部しなびていましたが、とてもみずみずしくて、食感も味もよく美味しかったです。おでんも作りました。煮崩れを防ぐための面取りはピーラーを使うととっても簡単です。味の染み込みを良くするために十字の切り込み、隠し包丁を入れます。下茹ではレンジを使い時短しました。お米を入れて茹でるとアクや臭みを取る効果があります。我が家は無洗米なのでお米をそのまま入れましたが、そうではないご家庭ではお米のとぎ汁が使えます。
東海地方の郷土料理、味噌で煮込む味噌おでんにしました。大きくて食べ応えがあり、とっても美味しかったです。ミニカスタードクリームクロワッサン。カスタードクリームが入っているクロワッサン。前回購入してとても美味しかったのでまた買いました。消費期限は購入日の翌日。ミニといってもしっかりとした大きさがあります。表面にはうっすらと粉砂糖がかかっています。約14センチ。12個入りで1298円なので、1個あたり約108円。クロワッサン生地はどちらかというとしっとりとした感じで、パリパリ感はほぼありません。中にはカスタードクリームがたっぷり入っています。口当たりが滑らかで甘すぎず、とろけるようなカスタードクリームが癖になります。とても美味しくてペロッと食べれてしまいますが、さすがに翌日までに12個食べるのは難しいので冷凍しておきます。冷凍してもトースターで軽く焼けば、外側だけサクサク、中のクリームはひんやり冷たく、アイスのような感じでまた違った美味しさで食べられます。もう少し長めに焼くか、このまま置いておけばクリームがもう少しトロトロになりますが、この周りは温かいのに中心だけ凍った状態がちょっと特別感あって好きです。焼いた後、10分ほどトースターに入れたままにすると、中までしっかり解凍されていました。コシヒカリブレンド無洗米 10kg。 コシヒカリが半分入った 100% 国内産のブレンド米。洗わなくてもいい無洗米です。賞味期限は約5ヶ月。ブレンド米にしては普通に美味しくて、スーパーで購入するよりお安いので、もう何度も購入しています。脱酸素剤入りの鮮度保持包装なので、精米したての美味しさが長持ちしているそうです。甘みや香りに強い主張はなく、特別美味しいわけではないですが、手間いらずの無洗米で 10kg7980 円という価格を考えると、いい意味で普通に美味しいお米です。洗わずそのまま炊ける無洗米のこの楽さに慣れてしまうと、もう戻れなくなるので注意です。無洗米は少しだけ多めのお水を入れるのが美味しく炊くコツです。甘くて粘りのあるお米が好きな方には不向きですが、粘りのないさっぱりしたお米が好きな方にはおすすめです。
コシヒカリにしては粘りが少なく、割とあっさりとしているので酢飯にもぴったりです。寿司ファミリー盛り48貫。コストコに行った日の晩ご飯はこのお寿司を食べるのが我が家のルーティーン。消費期限は購入日当日。徐々に値上げされていますが、今月は先月からお値段据え置きの3980円でした。マグロ、イカ、サーモン、ゆでエビ、サーモン、エンガワ、サーモン、ホタテ、ネギトロ巻き、卵焼きの8種類。醤油、ガリ、わさびは2袋ずつ入っています。いつもは9種類ですが、今回は珍しく8種類でした。1種類分サーモンが多めに入っています。シャリもネタも以前よりも小さく薄くなってしまった気がしますが、それでも回転寿司と比べると大きく分厚くて食べ応えがあります。臭みなどほぼなく、鮮度も良くて安定の美味しさです。最後にフードコートでの購入品をご紹介します。いちごスムージー。季節のスムージーで今回はいちごでした。カップの容量は約16オンスで450から500ミリリットル。スタバのグランデサイズと同じぐらいの大きさです。いちご特有の自然な酸味と甘みですっきりとした後味。いちごのつぶつぶも入っていて、いちご丸ごと使われている贅沢感も味わえます。すっきりなのにいちごの味が濃厚で期待以上に美味しかったです。以上、2026年1月のコストコ購入品のご紹介でした。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。